無人島インザ無人島やっていきます。おお、なんだ一旦分破れてですね、もう丸々一旦分。いや、風の日に丘帰ってくるとほんまにホッとします。めちゃくちゃいい感じですね。はい、こんにちは、小豆島の漁師濱家です。最近三八の網にいいメバルがかかるようになってきた。春だな、取り行こう。はい、じゃあいつものようにこちらのメバル立て、磯立てをやっていきたいと思います。で、僕がいつも三八とかなんとか言ってるんですけど、あれどういうことかというと、これをこうビーって伸ばした時の長さを表してるんですね。で、三八は3寸8分。で、この網はだいたいね、伸ばした時にこっからここが6センチなので、約2寸の網になります。で、磯立ての名前の由来は、磯にこの網を立てるからですね。このように海の中で立ちます。で、なんで立つかっていうと、これが中にですね、発泡スチロールが入っていて浮いて、で、こっちの下側が、沈止コードって言って鉛が入ってるんで沈みます。だからね、このように立つんですね。で、こちらの網は3枚立てといって、この外側の大きい目と、この中網、それから向こう側にも網があります。これなんでこうするかっていうと、例えば、ここの網のサイズ、この目ですね。これに入らないお魚とかが、これぐらいの、ウェーっていった時に、ここが袋になって、こう入るんですね。これで別の大きさの魚も取れるっていうんで3枚立てっていうのがあります。まあその分ね、ここら辺とかにやっぱゴミがね入っちゃうとよくね、ゴミが取れちゃいますね。そういうデメリットもあります。で、この網の目の大きさを変えることによって取れるものをコントロールする。だからメバル立てはこの目がね、そんな大きくないんですね。メバルが大きくないから。で、網はね、こういうデポチンがあるとめっちゃかかるんで、こちらのマイナスドライバーを炙って、これで取っていきます。ジューッと熱で取る。よし、 OK、 手術完了。完璧だね。よいしょ、海行ってきます。はい、じゃあいつもの港へ到着。次に噛んでいこう。結構重いんですよ、これ。よいしょ。40キロぐらいかな。さあ行くぞ。重たい。コヨック。ちょっと受けが片方ないから受け片方つけます。ちょうどいい短いのがある。これほどいて、金受け通して、簡単にくくっていくか。普通に弾丸薄い。もう一回。これで OK。このロープ案外滑らないんでほどけないんですよ、なかなか。ほんで片方を端にくくる。で、くくり方はこう2回ね、間に入れて、で、ここ締めてあげたら、カエル型の2回路違うな。これしておくとね、ほどけやすいです。OK。準備 OK。ライジャケつけて、じゃあエンジンかけて、出航します。小豆島最高！はい、じゃあいつもの無人島にあるもう一個の小さな無人島、無人島インザ無人島やっていきます。よし、そしたら受け入れて網も入れていきます。こうやって立てるんだよ。で、船をバックでこんな感じで入れていきます。デポチン取ったからかからない。わあ、快適。まあ素敵で、大潮と小潮っていうのがあって、大潮はめちゃくちゃ潮が早く動くんですよ。で、小潮はとろくて、ここら辺潮がめっちゃ早いんで小潮しかやれないんですよね。そして三八の網もやって帰ります。で、すげえこの鯉は鳥の糞で真っ白だ。はい、じゃあ帰ってきました。本当はね、朝方栗行きたいんですけど、今日ちょっとね、夜中から風が吹くんで、暗くなったら栗行きたいと思います。じゃあ帰ろう。はい、おはようございます。起きたふりです。今現在夜の7時、風が吹かない間に起きに行きましょうか。いいなぎだ。行こう。ボラが1匹。あそこでなんか海苔のカスを食べてるんだな。そして壁には船虫がいっぱいだ。まあ人によってはゴキブリと変わらんっていう人もいるけど、よく見てくれ。この可愛さを。全然素手で触れるよ。待て待て。逃げちゃった。はい、じゃあポイントに到着しました。先に磯立て上げていきます。なんかそこら辺でやったはずですけど、だいぶ流れてますね。よいしょ。
はい、それでは仕掛けた網を上げていきましょう。春に美味しいメバル、タケノコメバルとかもタケノコの時期に美味しいからタケノコメバルって言うんですけど、メバル類は瀬戸内海では主に春美味しくなって身が肥えてきます。こちらカサゴですね。でカサゴはですね、メバルより目が悪いんですよ。なんででしょうね。メバルの方がやっぱ目が張るって書くように目がいいので、それ目の大きさですかね、要はそれであれだと思います。さあいっぱいメバルが来てますね。で小さなアコウもやってきました。当然僕はリリースすると思います。それでメバルはですね、春告げ魚ともね呼ばれて、サーラとかも春を告げるお魚なんですけど、メバルとか多分その他にもいるんですよね。結構春を告げるお魚っていうのは瀬戸内海種類がたくさんいます。でメバルはですね、磯周りにいるので、やっぱこのように磯の周りに来るとたくさんのメバルがパラ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 とかかってきます。おお、なんだいやー、本当に大量のメバルがいますね。僕もこの時は大興奮でした。もう一族まとめて皆一網打尽ですね。危ない危ない。でメバルは微毒があるので、刺されるとほんの少し腫れてちょっとだけ痛いです。大量で結構大量に見えるんですけど、近年では確かに大量なんですが、12年ぐらい前におじいさんと言っていた時はこれが当たり前だったし、もっとね多くのメバルが取れてました。はい、それじゃあ大量にメバルが取れました。なかなかの量ですね。これメバル外すのがすごい時間かかるんですけど、外していきたいと思います。使う道具はこれ、鍵ですね。これでキャッキャッと。じゃあメバル外していきます。メバル外し歴約12年の僕からするとね、こんなもん破らず綺麗に外せます。さすが僕です。はい、外し終わりました。外してみるとじゃん、こんなにたくさんいました。思ったよりいましたね。どれもいいサイズ。この子だっていいサイズですね。15、20近いかな。じゃあ生かしていきます。いつものように小さいのはリリース。なんだこれ、イカナゴの子かな。めっちゃ泳いでる。これはね、小魚とかタイとかの餌になりますね。じゃあ逃がしましょう。ダメそうな2匹救出。これはおかずだ。ちょっと吹いてきましたが、まだやれそうなんで入れときます。よろしく。暗い時はね、こうやって探すんですね。頭のヘッドライトをね、サーチライトっぽく絞って探します。じゃあ上げていこう。はい、じゃあ仕掛けておいた三八の網を上げていきます。三八っていうのは3寸8分、約ですね10何センチかな、ちょっとわかんないですけど、で磯立てが約1寸1分ぐらいかな、約3センチぐらいの網で、目合いの大きさによってこのように取れる大きさがね、変わってくる。それもコントロールすることができるよっていうのです。だって小さいところにね大きいものは入らない、逆に大きいものは小さいものが抜けていく。だから網でコントロールするというわけです。馬面はぎ。めちゃくちゃ風が吹いてきました。おっと、こだ。スローだ。なんかだ。で風が吹くとやっぱね船が流されちゃうんで、このように操船しながらやっていきます。それでももう大変です。網も重たくなるししんどい。疲れた。終わった。はい、じゃあ振り終わりました。もう風で繰りにくいわ、重たいわ、魚少ないわ、おまけに網がですね一旦分破れてですね、もう丸々一旦分で、一旦これ3万円するんですよね。だから魚もこんだけ疲れて3万円損しに来ました。とりあえず風も強くなってきたんで、しゃあないんで外して磯立て食って帰ります。ちょっとしかいなかった。どすこい。いや、風の日に丘帰ってくるとほんまにホッとします。よし、じゃあ取れたものを見ていきましょう。
よいしょ。はい、じゃあこれだけの魚が取れました。メバルが多いですね。じゃあ見ていこう。こちら黒メバル、そして見事なマダイ、もうすぐ春で桜鯛ですね。それからウマヅラハギ、黒鯛、オニオコゼ、かっこいいですね。それとヒラメですね。まだまだ超えてる。でこの手のメバルって3種類いるって言われてて、でこの明らか黒いのは黒メバルなんですよ。でこれがちょっと多分種類が違うんですね。白メバルか青メバルかどっちか。でも赤メバルもいるからな。でこの子、これが白メバルです。いつも金色のやついるんですけど、金色のやつあれね、赤メバルっていうらしいんですね。金色なのに不思議だ。じゃあこれ氷しておきます。貝を生かしておこう。はい、じゃあ帰ってきました。今現在夜の10時11時ですね。今日も朝の6時から働いてたので、よく働いた方といったところではないでしょうか。乾杯。2時間は仮眠してますが、いただきます。働いた後はほんまうまいしね。つまみは僕の海苔で、帰りに風の影なるとこに網やってきたのと、明日はいろいろ網の修復とか多分めちゃくちゃやらんといけんこと多いんで、早めに寝たいと思います。おやすみ。一本で終わるわけがない。はい、おはようございます。というわけで朝になりました。今日のね、昼飯の煮付けのために早速やっていきたいと思います。ちょっと2匹ぐらい、死んでますね。でこの大きいのを取って、はい、見事なメバルですね。こちら脳天を締めていくんですが、脳みそはこことこっちのエラの交わり、このバッテンですね。ここ斜めに刺してクリクリと。で口が大きく開いたらもう閉まってますね。 OK で鱗を取っていきます。やーっと取って、でお腹を半分まで割って、でエラ切って、でこっちのエラの付け根ですね、ここを落とします。でこちらのエラを引っこ抜くと。じゃあ内臓と一緒に抜けてます。こんな感じ、こんな感じで、あとはここら辺を軽く、洗えばですね、もう大丈夫です。これで煮付けができる。はい、じゃあ結構な数のメバルがさばけました。これを持って帰って煮付けする前によろしく。さあやってきました。ここはですね、3年ぐらい前に15秒で取りいける鳥って朝飯みたいな、神飯みたいな動画、もう3年前か。懐かしいな。開けていこう。グッド。それでは昨晩仕掛けておいた網を上げていきます。で大体ね、3月から4月の間っていうのはイカナゴの子とかが丘の方にね集まって、それをね食べるためにメバルとかがめちゃくちゃ湧く時があるんですよ。ただ今回はそうではなかったみたいです。残念ですね。で夕方とかその時期に海辺行くと小さいのがねポツポツ跳ねてる時があるんです。それがイカナゴなんで、そういう時釣りすると爆釣します。爆釣っていうのかな。で網繰りも終了しました。はい、じゃあ外せました。で3年前の同じ時期同じ場所なのにめちゃくちゃ少ない、こんだけです。でちょっとね、昨日の沖合で取れたんで比べてみましょう。この沖と丘じゃね、メバルの種類が多分違うんですよ。ですよね。こっちからこっちが丘の方で取れたやつで、こっちからこっちが結構沖合で取れたやつで、明らかにね色が違うんですよ。でおそらくこれらが白メバルの、こっちがね黒メバルになるのかなと思います。こんな差がある。はい、というわけで帰ってきました。で見てください、この大量のメバル、早速煮付けしていきます。レッツゴー。もうメバルの煮付けなんてめっちゃ簡単です。まず生姜ピューッと、でまずお玉に水1で、次酒1で、みりん1 0.8 で、醤油1で、砂糖がお玉の0.4 だね。ちょっと多いけど。で魚に合わせてこの容量を増やしていくだけ。はい、で大体5倍量ぐらい入れました。でここに落とし蓋。こだわるんだったら醤油は後から入れた方がいいです。醤油は軽く煮詰めてから入れてあげる方がなんかいい感じで、真ん中に穴開けて、で火は結構強めで置いておくだけです。はい、それから昼飯用にボラとチヌもご用意したのでやっていきます。もう今日はメバルといい黒黒セットですね。はい、じゃあペラッとさばいていきます。端切ってこっちから入れよう。
OK。じゃあチヌもやっていきます。こちらのかかとから包丁をこう入れて、で返して、こっちもかかとじゃないの、これなんだろう、鎌か。でパキッと折ってコンでさばいていきます。で返して切れ込みので通してで幅を落とすで箸で OK。 こんな感じでチヌの頭も割ってでこの汁の中にで汁も横で作っておきます。よいしょ、狭いな。はい、じゃあそろそろメバルの煮付けもできたんじゃないでしょうか。オープン。おお、めちゃくちゃいい感じですね。このまますぐ取っちゃうとバラバラに砕けちゃうんでちょっと常温にします。はい、で魚もここまでできましたらボット。じゃあ早速皮を剥いで、ボラはねせっかくなんで片身炙りにしたいと思います。一つは天ぷらとかにしようかな。じゃあ皮剥いでいきます。端からシャコシャコシャコで皮下までいったらスーッと、一度刃が入ったらスーッとスーッと伸びていく。うまい、完璧。いやだいぶ失敗してる。これはもう汁の中入れておきます。でチヌで最初とは逆、こっちから入れて下に当たってからが勝負。下に当たったらジャッジャッジャッと OK。 はい完璧でもない。はい、でボラ皮目に塩を振りました。こちら炙ってまいります。レッツゴー。はい、こんな感じ。かなりパリッと炙れてます。じゃあ切っていこう。はい、で刺身も完成です。はい、でボラの天ぷらも揚げて、で天ぷらも完成で、あら汁も完成です。で今メバルはこんな感じで一つだけ盛り付けました。で汁は煮詰めておりまして、この煮詰め汁をここにかけると、これが一番うまいやり方、俺の中で。ただこちら緑がないね。緑が欲しい。そんな時は田舎だからどっかにある、取りに行こう。なんならもう緑しかないお、早速倉庫の横に緑がいっぱいあるぞ。タンポポだ。春の季節ですね。タンポポプチ。いっぺんこうやって適当に緑取ってる時にマジで名前忘れたけど毒のあれを取りかけたことがあるからな。慎重にいかんと。お、なんかメバルに乗ってそうないい緑を発見だ。なんか山椒の芽、木の芽みたいないい緑発見。帰ろう。はい、じゃあメバルに煮詰めた汁をかけて、でさっきの謎の草を添えます。お、ぽいぽい。完成しました。メバルの煮付け完璧。はい、それじゃあ小通り。はい、というわけで完成しました。浜湯特製メバルの定食。いろいろチヌボラの刺身、そして主役メバルの煮付けにボラの天ぷらで、こちらメバルのね肝臓を集めておきました。で汁があっていただきます。そうだ、最近忘れてた。それじゃあ時を始めよう。はい、それではいただきます。めちゃくちゃうまそう。じゃあ当然メバルからですね。ちょっと草ははけてもらって、こちらの身いただきます。うわー、春のメバルはめっちゃ肥えてて身がしっかりしてて、でも煮つけてもホクホクのままなんですよ。それがこの甘辛い汁とめっちゃあってめっちゃ美味しい。でボラの炙り刺身いただきましょう。ブリブリ。ボラ個体差すごいんですけど、これ脂乗ってめちゃくちゃ美味しいです。皮目も全然臭くない。でチヌ、もうチヌがうまいのは確定ですね。たまらん。めっちゃ甘い。熟成もうまいけど、熟成させてなくてもね、いいやつはやっぱ甘い。わあ、汁もまたチヌの出汁が出てめちゃくちゃ美味しい。でボラの天ぷらですね。これめちゃくちゃうまいです。本当にホクホク。はい、ボラってね、案外他の魚に似てるものが少なくて、天ぷらにした時は本当キングになります。キングオンリーワンになります。メバル最高だ。これご飯にワンクッション。甘辛いタレがめっちゃ合う。最高。目玉も美味しい。食べてないけど。目玉のゼラチン最高です。でこれメバルの肝臓ですね。これと
このチヌの薄作り、これを一緒にいただきましょう。あ、うまい。うま辛いよりさっぱりしてるけど、その分食べ応えがある、硬さがある。うん、うまい。でチヌのせて肝で、こちら浜湯の味付け海苔、これで巻いていただく。いやー、めちゃくちゃ今回起きつらかったんですけど、でもこういう美味しいもの食べると頑張ってよかったなって思います。ほんまに美味しかったです。メバル最高です。あとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、皆様、本日もご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか。春を告げるメバルの、量とかですね。もう春になってきて、めっちゃ超えてきて、めっちゃ美味しかった。なんでも美味しいね。小豆島。最高です。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。目張ればメバルなら、私もメバルだ。あなたは？